皆さん、こんにちは。藤です。突然ですが、皆さんは日本語を勉強していて、教科書の音声や先生が話す言葉はわかるけど、いざ日本人と話したり、街でリアルな会話を聞いたりすると、早すぎて何を言っているか全然わからない。こういう経験ありませんか？今日は多くの日本人学習者の方がぶつかる大きな壁。日本人の早い日常会話を聞き取るにはどうしたらいいかについてお話ししていきたいと思います。読んで文字で見れば、なんだ、こんな簡単なこと言ってたんだとわかるのに、耳で聞いただけだと全然わからないことありますよね。それで自分のリスニング力はダメだとがっかりしてしまう。私も英語を勉強していた時に全く同じ経験をしたので、その悔しい気持ちは本当によくわかります。今日はなんでネイティブの日本語が聞き取れないのか、そしてどうしたら聞き取れるようになるのかについてお話ししていきます。まず、なぜ早い日本語が聞き取れないのかという話をします。これにはいくつか理由があります。一つ目は、日本人は音をきちんと発音しないことがよくあるからです。話し言葉での音声変化ですね。音声変化は単語と単語が結びついたり、話し言葉になった時に元の発音が変わることです。例えば、居酒屋さんに行った時、店員さんがシャセーって言ってるのを聞いたことがありませんか？これはいらっしゃいませって言ってるんですよね。全然違いますよね。ありがとうございましたもうありがとうございましたみたいな感じになっていたりしますよね。怒らないでください。日本人はめんどくさがりなんです。これはちょっとやりすぎですが、日本語ではこうやって言いやすいように音をギュッとすることがよくあります。ここでは日本の日常会話で特によく出てくる音声変化を2つご紹介します。一緒に練習しましょう。1つ目は何々しちゃうです。これは何々してしまうが変化したものです。何かを完了した、または失敗した時に使えますね。例えば、遅刻してしまったと言いたい時、カジュアルな場面では、遅刻しちゃったと言います。やってしまっただったら、やっちゃったになります。食べてしまっただったら、食べちゃったになります。ちょっと練習してみましょう。遅刻しちゃった。やっちゃった。食べちゃった。素晴らしいです。はい。二つ目は、何々しなきゃです。これは、何々しなければいけないの省略バージョンですね。例えば、もう行かないといけないは、もう行かなきゃいけないになります。いけないも省略して、もう行かなきゃ
だけになることもよくあります。あとは、宿題やらないといけないは、宿題やらなきゃいけないになります。朝早く起きないといけないは、朝早く起きなきゃいけないです。練習しましょう。もう行かなきゃいけない。宿題やらなきゃいけない。朝早く起きなきゃいけない。いいですね。どうですか？実際に自分で短くギュッと言う練習をしてみると、確かにこうやって発音すれば口が楽だし短くなるなと納得していただけたのではないでしょうか。この音声変化について知ってるか知らないかで結構違ってくると思います。早い日本語が聞き取れない理由、二つ目は省略です。省略っていうのは長い言葉や文章の一部を言わないことです。特に友達と話すときとかカジュアルな会話の場面でよく起こります。主語が省略されるのは有名ですよね。主語の私とかあなたとかをつけないことがよくあります。あとは単語の省略もとてもよくあります。例えばクレジットカードのことをクレカって言ったり、スマートフォンのことをスマホって言ったり、スマートフォンって覚えてたら聞き取れないですよね。はい。早い日本語が聞き取れない理由。三つ目は頭の中で翻訳してしまっているです。日本人の話す早い日本語を聞いているときに頭の中で自分の国の言葉に翻訳していると理解するのに時間がかかってしまいます。そうすると相手が次に言ったことが聞き取れなかったり、話についていけなかったりしてしまいます。日本語をそのまま日本語として理解すればそういったことはなくなります。これは詳しくは私のチャンネルで以前挙げた翻訳をやめて日本語で考えるにはという動画を見ていただくとよくわかると思います。では、ここからはいよいよどうすれば早い日本語が聞き取れるようになるのかということについてお話ししていきます。ここではポイントを3つお話しします。まず1つ目は同じ音声を何度も聞くことです。皆さんの中には一度見た動画、一度聞いた音声はもう聞かないという人も多いのではないでしょうか。聞いたことがない内容の方が面白いですからね。でも日本語学習という点においては同じ動画を繰り返し見る方が効果があります。一回聞いただけではわからなかった部分も2回、3回と聞くうちに聞き取れるようになってきます。そして何度も聞くことによってフレーズや発音が自分の中にストックされていきます。音声を聞くときは今日お話しした音声変化や省略といったことを意識して聞いてみてください。その積み重ねで聞き取れるようになってきます。2つ目のポイントはシャドーイングです。
もう何度も私は動画で言っているんですが、シャドーイングは本当に効果があります。シャドーイングっていうのは、音声を聞きながら少し遅れて同じように発音する練習方法です。なぜこれが早い日本語を聞き取るのに効果があるのかというと、自分が発音できる音は聞き取れるからです。逆に言うと、発音したことがない音は聞き取りづらいんですよね。シャドーイングを続けると、日本人がどんなリズムで話しているのか、どこで音を省略しているのかといったことが自然に身につきます。正直これが一番効果があるんじゃないかなと個人的に思います。このチャンネルでもシャドーイングの練習動画を出しているので、よければ見てみてください。最後3つ目のポイントは、単語と表現のレパートリーを増やすことです。さっき単語が省略されることがよくあるってお話をしたんですが、そもそも単語を知らないとか、省略された形を知らないってなると、聞き取れなくて当然ですよね。ここまで音の変化の話をしていきましたが、全体の意味がどうしても聞き取れないという悩みは、単にその単語や表現を知らないからということも多いです。会話がゆっくりな場合は、知らない単語があっても予想しながら聞くことができますが、早いと考えている間に置いていかれてしまいますよね。だから単語を知っていることは、早い日本語を聞き取る上でとても大事なんです。日本人はいろいろなものを省略するんですが、必要な単語はちゃんと発音します。つまり、キーワードになる単語をたくさん覚えておけば、聞こえた単語を組み合わせて伝えたいことを理解することができるんです。単語を覚えるのは苦手だなという方もいるかもしれませんが、急ぐ必要はありません。毎日少しずつアニメや YouTube で出会った新しい言葉をストックしていきましょう。単語力が増えれば増えるほど、リスニングはどんどん楽になっていきます。このチャンネルでは、ネイティブが日常で使う単語をたくさん使ってお話ししているので、タメ口の動画とかも見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで今日はネイティブの早い日本語を聞き取る方法についてお話ししました。全然聞き取れないってなると、勉強を続けることがしんどくなってしまう時もあると思うんですけど、続けていれば必ず効果が出てきます。皆さんの努力は絶対に皆さんのためになります。一緒に頑張りましょう。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。そしてメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトも公開しているので、もし応援、サポートをしてもいいよという人がいたら、ぜひメンバーシップの参加よろしくお願いします。また次のエピソードでお会いできたら嬉しいです。よろしければチャンネル登録お願いします。